ご理解第14節。神は荒れ地荒れ屋敷をお嫌いなさる。地面を荒らすことは、それだけ神様のお働きの場を狭くすることです。人間は勝手なもので、収入が少ないと言って田畑まで荒らしておる人があります。自分中心ではおかげになりません。神様を中心にすれば、地面をご地面にすることができます。天地の親神様もご満足なら、教祖様にも喜んでいただくことになります。自分中心ではおかげになりませんとあります。これは自分中心では助かりませんとも言えるのではないでしょうか。何と言いますかね、今朝いただきますのは、教えだけでは人を救うことはできないというようなことを感じさせていただくのですね。神様が教えてくださったのだと思います。教えだけでは人を救うことはできない。なるほど、いかに愛楽理念が助かりの理念だと言っても、その愛楽理念、その神に書かれた教えを人に伝える、あるいは音でもビデオでもいいですけれども、それで教えを伝える、それだけでは真に人を救う、いわば難儀のそこでもがいている人を助け出すことはできないというのですね。実はある方が不慮の事故で亡くなられました。まだ若いのですけれども、子供さんもまだおられる。その方のことが大変気になっております。もちろん残された方たちのことも大変気にかかります。どうもいろいろなところからの話を総合すると、自らの命を絶たれたという感じなのですね。まあそこまで思い悩んでおられたのだと思います。なぜこの愛楽理念、師匠の見教えに縁をいただきながら、それを勉強しておりながら、そういうことになったのか、自らの命を絶たねばならぬほどに思い悩まれたのか。いわば教えが全く力がなかったわけですね。実際人がギリギリのいわば難儀のどん底にあるときに、教えというものはあまり力がありませんね。まあ普通の生活をしているときには教えに照らして生きようとか思いますけれども、ギリギリの時にはもう教えなどどうでもよくなりますね。また自分がおかげをいただくとかいうこともまあどうでもよくなりますね。もうこんなに苦しむなら早く死んでしまいたいというような気にすらなります。それは私がもう何十年前になりますか、胃潰瘍のその胃の壁が破れて、何というのでしょうかね、体の中が焼けつくようで、もう痛くてたまりませんでしたけれども、もうあのままなら死んでしまったことでしょうけれども、そういう苦しい中に、さあこれを愛楽理念でいただけばとか
泥の心でいただけばとか、教えというものはもうほとんど役に立ちませんでしたね。何が踏ん張られたのか、そのギリギリのところはやはり師匠への同念心だと思いますね。このままでは師匠に愛すまないといったような思いでしょうか。その師匠への思い、それが何かしら私の思いとどまらせたというのでしょうか。そこからの何と言ったらいいのでしょうか。やっぱり踏ん張る力をいただいたというのでしょうかね。それは教えではありませんでした。それは師匠との間柄というのでしょうか。師匠を思う心、それがギリギリのところを踏ん張らせてくださった元だと思います。その自ら命を絶たれた方のことを思い、おそらくそこがなかったのだろうなと、いわば師匠と弟子というその間柄、師匠に祈られての私、ある意味その師匠へのやはり同念心というのでしょうかね。師匠と弟子としての間、それがうまくその関係が構築されていなかったのではないかと思いますね。そのギリギリのとこに支えてくれるものはやはり人間関係ですね。それこそどういう難儀の中にあっても、その最後に踏ん張れるのは師匠が祈ってくださっているから。ここを通り辛抱しなければ師匠に対して愛すまないといったような師匠への思いでしたね。それこそどんな難儀な中にあっても、この先生にお願いすれば何とかしてくださる。この先生が祈ってくださっているからといったような、そのやっぱりギリギリのところは人間関係というのか、師弟関係というのか、取り次ぎ者と氏子の関係というのか、そういうもののようですね。教えだけでは力はありませんね。人を救う力は教えにはギリギリのところになるとありません。その途中の割と平穏無事な時には教えに照らして生きようということもできますけれども、もうギリギリのギリギリ、命の瀬戸に立った時には教えはあまり役に立ちません。その時に役に立つのはやはり師匠であったり、それは取り次ぎの先生であったりとの人間関係、その心と心のつながりですね。その師匠との、あるいは取り次ぎの先生とのその心のつながりというものをいよいよ強固なものにしておかねば、いよいよの時に折れてしまいますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。